こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、今日はですね、月食の満月がもたらす手放しの力についてもう少し深く掘り下げていきます。ちなみに乙女座の満月月食については詳しい動画をすでに上げておりますので、まだの方はまずそちらをご覧ください。今回は特に月食の満月の影響を最も強く受ける星座、サインというのがあります。その理由と先生術的な観点を解説していきます。この動画を見終わる頃には、皆さん自身の手放しのリズムと満月期のね、満月のテーマの流れというのが明確になって、よりスムーズに次のステージに進めるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして、インスタグラムの方でももっと細かく毎日のね、投稿を上げております。さて、満月について基本的なお話をもう一度おさらいすると、満月というのは手放しのタイミングです。先生術においては満月は完了、達成、ピーク、手放しを象徴します。これは新月に起こった新しい流れが満月で一つの一区切りとなり、一つの形になってその一部を手放すことで新たなサイクルに入っていくという、これが宇宙の流れです。つまり満月は手放しのエネルギーが最高潮に達するタイミングです。で、特に月食を伴う今回のような満月は、通常の満月よりも強力であり、そして大事なのは、長期間にわたる影響を与えるということ。つまり、あなたの人生、生き方そのものへの変化と、頑固さの手放し、徹底的にやるというエネルギーをもたらしていくことになります。で、月食の満月についてもう一度おさらいすると、月食は太陽、地球、月がこう一直線に並んでいる状態です。通常の満月はこうずれているので、満月に地球の影がかかることはありません。ここからちゃんと太陽の光が当たってるからね。でも月食っていうのはこういう状態ですから、太陽の光が月に届かず、私という地球が間に入ってしまうのです。だから月に地球の影が映っていく現象ということになりますよね。ですからこれはですね、避けられない、見ないようにするわけにはいかない、自分の影を目の前で見ることになるという、そういう月食になるわけです。で、先生術的にはこれは過去からの影響を、負の影響、あなたの負のパターンを完全に断ち切るとか、そのためには避けられない変化を受け入れるとか、大きな自分の頑固さへの手放し、浄化というものを意味しています。なので、この時期には運命的な出来事も起こりやすいし、何かこう強制的に終わらされる。で、それによって後悔したりすることもあるので、本当に大切なものを失わないために、積極的に自分の中にある負の方のパターンをね、手放していく。ということで、この手放しのパワーをうまく活用することが大事です。では、ここで皆さんにクイズです。この強烈な手放しの影響を最も受けるのはどの星座でしょうか？満月が乙女座で起こるんだから、満月の起こるサインである乙女座じゃないと思う人が多いと思うんですが、違います。実は一つ、乙女座の一つ後の星座なんです。例えば、だから今回の場合は、乙女座の月食の満月の影響を一番受けるのは次の星座である天秤座なんですね。なんでそのサインじゃないの？この理由を先生術的に解説していきます。多分ね、先生術やってる方はご存知だと思うんですけれども、まずですね、乙女座の満月の影響はもちろん乙女座一番多く受けます。でも天秤座に最も影響するその理由は3つあるんです。1つは満月の対極にある太陽のことを考えますと、今回の場合はこうやってゾディアック見ていただくと、乙女座がここですから、乙女座の反対側というのは魚座になるんですけれども、その魚座の場所は天秤座にとってはそのサインの統合を求めていく場所になります。常に満月の時、月の対極にある太陽の位置は、その満月の一つ後のサインからすると、もうあなた自身を変える、あなた自身をメンテナンスすべき場所っていうふうに決まっているんです。
先生術をやってると、この順番がわかると思うんですけれども、だから乙女座の時は太陽は魚座にあるんですけど、天秤座にとって満月のテーマである乙女座的な細かい整理や調整っていうのを意識しながら、魚座的な全体的な流れに乗ること、委ねること、頑固さを手放すことが強制的に求められるんです。これが今までの考え方ややり方を手放さなければならないという強い流れを天秤座に最も、その流れが流れてくるということになりますね。そして2つ目の理由は、満月の後に新しいテーマに入る準備をする。それが次の星座だからです。満月の手放し、その次には新しい流れが始まります。そしてその新しい流れに最も早く順応しなければいけないのは満月の一つ後のサインです。例えば、天秤座の人にとっては満月の月食、月食満月の乙女座の影響を受けた後、新たに次は天秤座の満月に向かっていく。すぐにまたお試しがやってくることになります。つまり満月によって強制的に整理をされた後、次のフェーズに入る準備をする役割を担うのが次のサインということです。で、最も大きな理由、これが3番目なんですけど、このゾディアックでは常に先生術のプロクラスでも教えるんですけれども、各サインにとって別のサインは常にこういう意味を持ちますというのが決まってるんですね。で、天秤座の人にとっては乙女座の場所、ね、これが一つ、だから、天秤座にとっては一つ前のサインになるわけですけど、その一つ前のサインというのは、手放しを意味する場所なんです。で、つまり今回、天秤座にとっては手放す場所である乙女座に、もともと手放しのエネルギーの月食の満月が起こっているので、トリプル手放しを受けているのが、天秤座ということになるんです。この法則を知ると、例えばじゃあ次にやってくるのは天秤座の満月ですよね。天秤座の満月。ということは、この天秤座の満月では、一つ手前、天秤座にとって一つ後になると、今度はさそり座ということになりますよね。ですから、さそり座にとっては、天秤座は常に手放しの場所なんで、さそり座の人が強い影響を受けることになるということが分かります。で、例えば、その天秤座にとっては常に乙女座の手放しは必要だという意味で人生を通して、これ変わらないので、乙女座は細かいこだわりとか完璧主義的な考えとかコントロール権を持ちたいということへの執着ですから、天秤座は一生ここの手放しの場所は変わらないでね、この3つを手放していくことで人生が軽やかになるよということが決まっていて、しかも乙女座の満月では特にそれが強くなるということですね。じゃあ、次やってくる天秤座はさそり座ですが、さそり座にとっては常に天秤座の手放しが必要なわけです。で、天秤座のテーマということは、人に好かれたいとか、外から認められたいっていう承認欲求。これがさそり座にとっては人生を通して常に手放しが必要な場所ということになるということなんですね。で、こういうふうなシステムがあるわけです。ちなみに私は双子座です。で、例えば双子座の人にとっては一個手前のこのお牛座の満月っていうのが一番手放しの場所で、お牛座の目に見える形で結果を残さなきゃとか、物質的な豊かさへの憧れとか、そういうものを私は一生かけて手放していくという課題に取り組んでいるということになります。ということで、満月は手放しのタイミング、月食の満月はより長期間の強い強力な手放しに関係している。満月の一つ前のサイン、一つ後のサインが最も影響を受ける理由について今回はお話をしてみました。最後に今回の乙女座の月食の満月では天秤座、次の天秤座の満月ではさそり座の人が最も大きく影響を受けますが、皆さんも何を手放せば次に進めるのかということを意識しながら、そのタイミングを活用していただきたいと思います。この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。じゃあ最後にこれを見てる人たち、天秤座だろうが、天秤座じゃなかろうが、よいしょ。いっぱい
だーっと続けて何かメッセージ、手放しね、月食ですから、行きましょう。じゃん。あ、まさに、これは何もかも必要のない頑固さを全部手放して、明け渡している姿がハイジアという小惑星のカードです。安心して頑固さを手放していけば、それを持ってないと幸せになれないような気がすると思ってる人もいますけども、大丈夫です。もう一枚いきましょう。フラワーオブライフですね。これは自分自身の担当を粛々とやっていればいいんです。他の人と比べて自分にできてないところを見る必要はないですよという意味です。もう一枚ぐらいいってみましょう。ネプチューンです。これはまさに魚座の、手放しの場所を意味する天体ですね。とにかく肩の力を抜いて、ゆっくり深呼吸をして、落ち着いて、静かな心を持つ。これが大切なことですよ。ということです。ということで、改めて素敵な満月をお迎えください。